はい、こんにちは。今回はインクスケープを使って簡単な絵を描いてみたいと思います。使用するイラストはこちら。タイトルに登場するロボット、STEAM ロボです。この画像を参考にしながらイラストを描いていきたいと思います。動画では Mac を使用しています。他の OS の方とは少し操作方法に違いがあるかもしれませんが、違いについてはコメント欄で補足していきたいと思います。ちなみに使用する MacOS はタホ26、インクスケープのバージョンは 1.3.2 を使っています。まずは頭からいきましょう。ページの移動はマウスホイールを動かしながらマウスを動かします。マウスパッドの方は画面スクロールと同じ要領で2本指を使ってスワイプします。ページの拡大はコントロールキーを押しながらマウスホイールを上下に回します。マウスパッドの場合もコントロールキーを押しながら2本指で拡大です。四角オブジェクトを選択して支点から終点までドラッグするとこんな感じで四角形が作れます。少し丸みが欲しいのでこのドットを動かして丸みを作ります。フィルストロークツールを使って色をつけます。白くしたいのですがページの背景も白なので見分けがつきません。でもちゃんと色はついてます。線の色は黒色を、太さは 0.7 ミリにします。少し形を調整して名前をつけましょう。レイヤーとオブジェクトというツールを使います。はい、次は胴体に行きます。位置合わせがしたいのでスナップツールをオンにします。胴体も四角オブジェクトで描いていきます。角は一度リセットして少しだけ丸めます。スナップツールを使うとマウスがグリッドにくっつくので位置合わせが楽になります。スケッチの胴体は下の方が細くなっているので四角オブジェクトをパスに変換して形を変えましょう。オブジェクトをパスにというツールを使います。このツールを使うと点を自由に動かせるパスに変換されます。シフトキーを押しながら2つの点を選択して移動します。反対側も同じように移動します。下の線の部分をドラッグし弓なりにします。おおよそ形が整ったらパスに名前をつけてここでは胴体にします。胴体は頭の下のレイヤーに移動しておきます。次は腕に行きましょう。腕も四角オブジェクトで作ります。腕の先が細くなっているので先ほどと同じようにパスに変換してから腕先を細くします。点が一つ多いのでこれはデリートしてもいいでしょう。スケッチを見ながらペンツールで線をこことここに追加して
こちらの線は少し湾曲させて、こちらの線は少し太めの 1.2 ミリぐらいにします。腕にある丸い部分は円オブジェクトを使います。円の内部は灰色。で、線はなしにします。はい。ここまで出来上がったら、一旦腕のパーツをすべて選択して、アイコンでグループ化します。グループ名は腕1にします。腕1グループをコピーして反対の腕も作りましょう。腕1を右クリックして複製を選択します。同じ場所に腕1のコピーができるので少しずらして平行反転のアイコンをクリックします。反対の腕も完成です。グループ名は腕2にします。腕を少し傾けてオブジェクトを2回クリックします。ダブルクリックではなく2回クリックです。この矢印で腕を回転させます。スナップが有効になっていると回転や移動の動きが大きくなってしまうので、スナップをオフにして回転します。反対側も同じように回転して胴体にくっつけます。はい。では次に顔を描いていきます。位置合わせがしたいので、スナップツールをオンにします。顔といってもゴーグルのような目しかありませんので、これも四角オブジェクトを使います。角の丸みはこのままでも良さそうです。オブジェクトをパスに変換します。一回り大きな外側の枠はリンクオフセットを使います。パスメニューのリンクオフセットを選択すると、パス上に小さなドットができます。これをドラッグすると同じ形のまま一回り大きなオブジェクトができます。大きさが決まったら、これもパスに変換して形を調整します。部分調整が必要なので、スナップをオフにして形を調整します。内側は明るい灰色なので、色を変えて線も少し細くします。ここまでのパーツをグループにしておきます。次は円ツールを使って瞳を作ります。コントロールキーを押しながらドラッグすると歪みのない円ができます。色は黄色にして位置を調整します。もう片方の瞳は複製して整列と配置ツールで
水平軸を合わせます。あとはパーツすべてを頭の位置に移動して、パーツに適当な名前を付けましょう。もう完成間近です。次に足に行きます。スナップをオンにして円オブジェクトを使います。一つは楕円で薄い灰色、もう一つは円で濃い灰色です。レイヤーとオブジェクトで名前を付けます。それぞれ足1、足2にします。足1、足2はレイヤーの上の方にできているので、画面の前面に表示されています。これを胴体レイヤーの下に移動することで、胴体の後ろに隠します。はい、ほぼ完成です。ちょっと頭が平らなので直します。はい、これでロボの完成です。初めてインクスケープに触れた方は覚えることがたくさんあるように思えるかもしれませんが、今回のような簡単なイラストを数回描くうちに操作に慣れてくると思います。この他にもインクスケープにはまだまだたくさんの機能がありますので、別の動画で紹介していきたいと思います。そちらの動画も覗いてみていただけると嬉しいです。今回使用したロボの画像とコマンドのショートカット一覧をコメント欄にあるウェブサイトで公開していますので参考にしてみてください。それではまた。